パール楽器のいい石でございます。ルナシーの深夜です。パールさんは75周年ということで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。高校の時からずっとパールというのが好きで、自分で選んで買った楽器はパール楽器という、パールのドラムで初心者モデルとかじゃなくて、結構高いものを買ったんですよね。それでもう初めからもうプロになろうとツーバスのキットを買いまして、ずっとパールさんが好きでしたね。ありがとうございます。パールは1946年、戦後間もなく創業したんです。戦後間もなかったので、調達できる物資も非常に少なかったんですね。確かに。でその中で、何を作っていこうかっていうのはやはり創意工夫の連続だったんですね。でもともとパールって譜面台を作り始めたのが歴史の始まりで、なるほど。創業者柳沢勝美がですね、打楽器需要の高まりに注目してドラム作りをやろうと、決心したのがドラム作りの始まりなんです。物資の調達が難しかったものですから、そのウッドでシェルを作るということが非常に難しかったんですね。でウッド以外のもので何ができるのかということで、試行錯誤を繰り返しまして、そうした流れで出てきたのがこのフェノリックシェルを使ったプレジデントシリーズ。そうなんですね。実はこのプレジデントっていうのは僕高校の時使ってました。あ、そうなんですか。キックが FX、 当時の FX ファイバーグラスですっけ。でタムは PX だったの、そういう流れでやってたんですよね。僕木よりなんかメロウな感じがして使ってましたね。そうですか、ありがとうございます。でパールのシェル作りのやはりコンセプトというのは完璧な新エンド。新エンドね、まん丸、で共鳴性ですね。でシェルの密着度、この3つを実現できる素材と加工方法、これを探し続けてここに行き着いたと、いう流れではあるんです。当時1966年、プレジデントシリーズを発表いたしまして、そこからパールの人気がどんどん世界でも高まっていったんです。やはりドラム作りをもっと進化させるためにはウッドシェルを開発進化させていかなければならないと、いうことで本格的にそのウッドシェルをどうやって作るかっていうことに尽力していったんですね。でウッドシェルを作るにあたっても大切なのは新エ度、共鳴度、シェルの密着度、これが非常に重要なので、そこで私たちが生み出した独自の成形方法というのがありまして、これを私たちは SST でスペリアシェルテクノロジーと呼んでおります。それどんなテクノロジーなんですか。それはですね、熱と強力な圧力をプライウッドに同時にかけると、プライウッドの接着面積、これを広く取りまして、その組み合わせで強靭なシェルを作るという成形方法なんです。なるほど。こうしてウッドシェルの評価も非常に高まりまして、日本のプレイヤーの皆様、世界中のプレイヤーの皆様に愛用されていったというのが、大まかのですねパールドラムの流れであります。なるほど。なんか都市伝説であれですもんね、ジェフ・フォーカロとかがドラムをメーカーを選ぶときに2階からドラムを投げてパールが一番壊れなかった。壊れなかった。そうっていう都市伝説もありますもんね。ツアーに持ってきますから耐久性って絶対大事なんですよ。雑に扱ってるわけじゃないんですけど、どうしてもこうトラックのまんま暑い中で運搬して、でライブでもうその日にセットしてガンガン照明を当ててバシバシ叩いて、またしまってまたトラックの中で揺られながら運送するっていうヘビーなことだと思うんですけどね。もちろん音色っていうのは大事なんですけど、耐久性も同じように大事で、丈夫さというのも大事で、やっぱりそれはすごく理にかなってますね。決して海外のものが悪いっていうわけじゃないですけど、日本のものづくりってものすごいこう評価されるじゃないですか。繊細だし壊れないしみたいな。
DNA みたいなものがこうドラムの中にちゃんとあるんでしょうね。そうですね、はい、で75周年を迎えるにあたってですね、いろいろ私たちも歴史を振り返ってみたり、私たちは一体今まで何してきたのかなと考えたりで、そこでパールらしさって何なんだろうってちょっと思いまして、パールらしさとはプレイヤーらしさを最大限引き出すことじゃないかというふうに思ったんですね。最高のやっぱ精度を誇る楽器でなければプレイヤーの皆様が表現したいものをやはり余すことなく表現できないんじゃないかと思っています。ですのでシェル作りからパーツ一つ一つの精度にかなりこだわって完成度の高い楽器を作ろうということで私たちは毎日日々努力しております。結構僕の次あれで作りたいなとかこういうふうなドラムを作りたいって結構みんなこうってこう後ろにみんなこう一歩引くぐらいの、ことを言うんですが、それを完璧にこう再現してくれいつもしてくれてるんですよね。だから本当にこう楽器としての信頼関係と人としての信頼関係がすごくこう僕はもちろんあると思っているんで、やっぱりこう最高のメーカーで最高のものづくりをする方々だなといつも思っております。ありがとうございます。パールのシェル作りについてですね少しご説明いたしましたけども、こうしてシェル作りをドラム作りを進化させていってその究極的な形として現れたのがマスターワックスだと思ってるんです。でマスターワックスは1998年に発表いたしまして究極のアコースティックドラムを作りたいということ、またプレイヤーの皆様の個性をどこまで表現できるかというところにこだわったものなんですね。ですのでちょっと今日お見せしたいものがあるんですけども、ベアリングエッジとシェルのベアリングエッジ、パールはなんと5種類も違う種類エッジがね、揃えておりまして、実はこれはですね開発陣が分かりやすくちょっと作ってもらったモデルなんです。エッジっていうのはね、結局はドラムヘッドとシェル銅が当たる部分なんですけどね、それだけでも5種類選べるということですね。そうですね、これによってその音色の違いも出すことができますし、ここまでやっているドラムメーカーはちょっとそこまでないんじゃないかなと自負しております。このタムはこのエッジ、フロアはこのエッジしてくれってこともできるんですか？それももちろんできます。それはいい。それは絶対いい。ありがとうございます。こうやってパールは、アコースティックドラムをどこまで掘り下げるかということにずっと挑戦してきたんですね。未来に向けてどういうことをやっていくかという時にですね、究極のドラムを持ちながらもやはり先端の技術も取り入れた提案ができないかなと。そこで、私たちが作り出したもの、これがイーマージであります。でこれはコルグ様と協業で開発したものなんですけども、やはりそのコンセプトに関してはプレイヤーらしさそのものを表現できる楽器、電子楽器ができないかなっていう思いが強くあったんですね。で私たちは一つ核となる技術に注目しまして、それがウェーブトリガーテクノロジーという技術なんですね。でこれは、コルグさんが持ってた技術をさらに進化させ、電子ドラムセットにうまく適用できないかということで生み出されたものなんですけども、プレイヤーの打音そのものを楽音の源にするという考えなんですね。ですので叩いたそのもの、それが出てくる音に表現されるという技術で、これを私たちが丁寧に収録したパールの音と融合させるという技術を開発しまして、この技術のおかげでものすごい高速なリスポンスと非常に高品位の音色をですね、出すことができる楽器ができたんですね。信也さんに注目していただいて
2019年、はい埼玉スーパーアリーナのライブに訪問させていただいたんです。その時初めて、E マージはい、を僕は使って初めてでっかいとこで、出すということでいろいろこうパールの人とこう研究をしてちゃんとこう僕の叩き方をしなければ僕の音が出ないという個性もあるわけですよね。はい、こういうことを言ったらちょっと言葉は軽いかもしれないんですけど、50歳にして手に入れたものすごい究極のおもちゃですね。はい、ありがとうございます。埼玉スーパーアリーナの E マージは、はい、大きなライブ会場でプレイされたの初めて世界初だったんです。そうなんです、はい、しかも当日テレビの生中継がありましたよね。そういうところで使われるということで実はすごいドキドキして見てたんです。で最後にもうライブが成功で終わって本当にもうほっとしましたとともに感動いたしました。ありがとうございます。前々から電子ドラムというのはちょっとセットに入れたりねは使ってたんですけど、その E マージを初めて叩いた時にもうこれ全部使いたいと、これでフルセットを組みたいということで組ませていただいて、ライブの前の日にドラムのサウンドチェックをさせてもらったんですよ、 PA を通して。その時にやっぱりこうパールの、来てくれたパールのみんなとハイタッチでした。うわーって、それほどいい楽器ですね。私たちが目指していることというのは世界中の音楽を愛する方々に愛されるブランドになりたいというような願いがあります。でそのために、これから重要だと思われることがまず第一に楽器の本物の、可能性をより追求していくことというのは、まだまだドラムももっともっといいドラムを作れると、もっと精度の高くもっとプレイヤーに愛していただくようなドラム作りがまだまだできる余地があると考えていまして、楽器の本質的なものの高みをさらに目指していくということはこれからもまた強化していきたいと考えてるんですね。で第2番目として、やはりアイデアの追求、パールは総合打楽器メーカーでありますので、ドラムセットから、マーチングコンサートラテン楽器とかいろいろな打楽器を取り揃えてるんですね。ですのでこれからもいろいろなその打楽器作りアイデアを生かしながらもっと強化していきたいなと考えています。で最後に、先端の技術の追求で、これはEマージのお話ししましたけども、これからの時代に有効になる先端の技術をどうやって打楽器に生かしていけるかということを、パールならではの切り口で開拓していきたいなというふうに考えています。いや今の話聞いて本当に安心しましたね。モニターとしてはですね、もっともっとわがままが言えるんじゃないかとでもそういう例えばこれでドラムを作りたいとかこの素材どうっていう声が本当に実現してたりしてくれてたりしますからね。本当にパールの人たちトッププレイヤーが集まった集団のように僕は感じてるんですよ。だから本当にね100周年の時にはこんなのも出たんだぜあんなのも出たんだぜって、僕は100周年の時75歳なんでもしかしたら、いるかいないか分かんないんですけど希望としては叩いていたいなと、思うのでこれからもどんどん楽器を作っていただいて、世界にですね、幅広い、音楽ジャンルと、世界のプレイヤーたちにそしてリスナーたちに、パールさんが感動を与えていただければ、すごく僕たちプレイヤーは嬉しいなと思います。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。でパールでですねよく使われる言葉でパールファミリーっていう言葉がありまして、まさに信也さんはパールファミリーの重要な一員だというありがとうございます思っておりまして、これからもパールドラムを長く愛用していただいて、音楽の旅を長く続けていただけるように願っておりますので、ありがとうございます。100周年こうやって座ってまたやりましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。